チョコパイスコーンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチョコパイスコーンを作りたいと思います。はい、ということで今回はたったの材料3つで作れる簡単おやつレシピです。チョコパイとスコーンを掛け合わせたチョコパイスコーンなんですが、冷凍パイシートを使って簡単に作ることができます。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍パイシート、チョコレート、卵。今回はこちらの3つの材料で作っていきます。まず冷凍パイシートなんですが、大きさはね、お好みのものを使用してください。今回私が使う大きさが約11センチ ×18 センチの冷凍パイシートです。そしてチョコレートですね。チョコレートはこちら、ガーナのブラックチョコレートを使っていきます。こちらはチョコチップだったり、あとはミルクチョコレート、ホワイトチョコレート、お好みのチョコレートで作ってみてください。例えばね、ブラックチョコレートとホワイトチョコレートを合わせて作っていただいてもいいかなと思います。今回はベーシックにブラックチョコレートだけ使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにこのね、板チョコを砕きます。大体で大丈夫です。適当に砕いてください。チョコレートの量もお好みでね、調整して入れてください。はい、チョコレートはこのように砕きます。続いて卵を溶きほぐします。ボウルに卵を割りましょう。そしてよく溶きほぐします。はい、卵の準備はこれで OK です。それでは続いて冷凍パイシートを伸ばしていきます。冷凍パイシートがまな板にくっつかないようにまな板に打ち粉をしていきます。こちら分量外です。強力粉を使っていきます。もしね、強力粉がない場合は薄力粉でも大丈夫です。打ち粉します。それでは続いて冷凍パイシートを綿棒で伸ばしていきます。だいたい半分ぐらいの厚みになるように伸ばしてください。冷凍パイシートは半解凍したら伸ばすようにしてください。では伸ばしていきます。だいたいこのぐらいの厚みですね。このぐらい伸ばしてください。それでは残りの3枚も同じように伸ばしていきます。それでは伸ばしたパイシートに卵液を塗ります。全体に塗ってください。そうしましたらこの上にチョコレートを散らします。適当にポパパーっと散らしてください。はい、こんな感じで散らします。そうしましたらこの上に伸ばしたパイシートを乗せます。かぶせて少しね、こうやって手で押さえてください。そしてパイシートを置いたらまたここに卵液を塗ります。はい、そしたらね、またこの上にチョコレートを敷きます。チョコレートはね、少し細かめに砕くといいかなと思います。はい、乗せました。そしたらまた上から伸ばしたパイシートを乗せます。少し押さえてください。そしてまた卵液を塗ります。そしてチョコレートを置いていきます。はい、このように乗せました。そして最後また乗せます。よいしょ。ちょっと足りないところはね、軽く引っ張ってください。ちょっとね、こう手で押さえましょう。そしたら続いてこちらをですね、半分に切ります。半分に切ったら片方のこの表面に卵液を塗ってください。そしてこちら半分の方を乗せます。こんな感じです。軽く押さえましょう。そしたらですね、こちらを8等分に切っていきます。今回ね、綺麗な四角い形にしたいので、この周りをね、まず切っていきます。もちろんこのまま8等分に切っていただいても OK です。ちなみにね、今回チョコレートは板チョコ2枚分で、グラムで言うと 100g 使ってます。では切っていきます。はい、こんな感じで切ります。ではあとはね、8等分にしていきたいと思います。少しね、包丁に打ち粉をね、塗っていただくとくっつきにくいと思います。ではまず半分に切ります。できるだけね、1回でパッと切ると綺麗に切れると思います。これまた半分です。はい、このように8等分に切ってください。断面を見るとこんな感じです。何枚にもこうやって層が重なってる感じですね。このような感じになります。最後上に卵液を塗ります。
はい、OK です。そしてね、こちら先ほど切り落とした余ったパイ生地なんですが、こちらも一緒に焼いていきます。一度このようにビヨーンと引っ張って、そして半分に折ります。そしてまたビヨーンと引っ張ります。引っ張ってまた半分に折って、そしてこれをねじります。ちょっとね、引っ張りながらねじっていきます。はい、こんな感じ。このようにねじねじパイにしていきます。ではね、残りも同じようにひねっていきます。はい、ねじりました。ではこちらにも同じように卵液を塗ります。はい、OK です。それではこちらを天板に乗せて200度に予熱したオーブンで20分から25分焼いていきます。もし途中で焦げそうになった場合は上にアルミホイルをかぶせながら焼いてください。はい、焼き上がりました。このように美味しそうに焼き上がってます。ねじねじパイはこんな感じです。とても美味しそうに仕上がりました。はい、これでチョコパイスコーンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにパイ生地が重なってとても美味しそうに仕上がってます。表面もね、サクサクです。そしてこちらが余ったパイ生地で作ったねじねじパイです。ぜひこちらも作ってみてください。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。外側がパリパリです。美味しい。そしてチョコレートもぎっしりですごく美味しいです。では切れ端で作ったねじねじパイもいただきます。こちらもサクサクですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコパイスコーンのポイントです。まず冷凍パイシートなんですが、こちらは半解凍の状態で作業し始めてください。最初にですね、だいたい厚みが半分ぐらいになるように生地を伸ばしてください。伸ばし方は上下左右あると思うんですが、4枚ともね、同じぐらいの大きさになるように伸ばしてください。そして伸ばし終わったら表面に卵液を塗って、そしてチョコレートを全体に散らばせてください。このチョコレートはお好みのものを使ってください。今回私はですね、ブラックチョコレートを使いました。もちろんね、1種類でもいいですし、2種類入れても美味しく召し上がっていただけると思います。この時チョコレートは細かめに砕くようにしてください。あとはですね、もうパイ生地を重ねてチョコを敷いて、パイ生地を重ねてチョコを敷いてという作業を繰り返してください。そして最後のパイ生地まで乗せたら、今度は包丁で半分に切って、片方の表面に卵液を塗って、そして重ねて、その後8等分に切ってください。今回私はですね、全部四角い形にしたかったので、周りは切り落としました。こちらはそのまま切って焼いていただいても大丈夫です。あとはですね、表面に卵液を塗って焼くだけなので、とても簡単に作ることができます。この焼き時間に関してなんですけれども、オーブンの種類によって適正時間が変わる場合があります。結構ね、厚みがあるので、中までしっかり火を通すのに最低でも20分は焼くようにしてください。途中で焦げそうになった時は、上にアルミホイルをかぶせて焼いていただくといいかなと思います。さらにトースターで焼く時も同じように、トースターの方が早く焼き色がつくと思うので、焼き色がついたらアルミホイルをかぶせて、そして同じ時間焼くようにしてください。もし割ってみて中がまだ半生だなっていう時は、プラスで焼いていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコパイスコーンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。